コロナの後遺症、慢性胃症候群とサプリメント、栄養療法についてお話ししたいと思います。コロナの後遺症に関してはですね、かなり世界的にもいろんな研究が進んできて、特にその中でもこういう物質を摂取してたらいいのではないかとか、こういう物質が落ちている、いろんな報告があります。で、患者さん皆さんいろいろこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうところでいろいろ取られたり、こうしてどうかなとかっていうのはたくさんおっしゃられるんですけども、なかなか1個だけの物質で良くなるっていうのは残念ながら今のところ難しいわけですね。人によってはこれがいい、あれがいいはあるかもしれないです。で、考え方としてはですね、何度か申し上げてますけれども、ダメージと回復力のバランスっていうところで考えると、感染の最中とかですね、いろんなダメージの中で、自分の回復力が落ちてくるっていうことがあるわけですね。で、特にコロナの後遺症に関してはいろんな物質が落ちているということは研究で分かってきています。これは論文も出ているんですけれども、中にもいくつか、例えばコエンザイム Q10 っていうですね、細胞のミトコンドリアっていうエネルギー工場のところで働いている物質が減っているとかですね、あとはグルタチオンですね、抗酸化力っていう、いわゆる回復力の一つですけれども、そういうところが落ちているっていう報告があったり、していきます。ですので、落ちている回復力をもう一回補充するとか助けるっていう働きで効いている可能性もあります。特にグルタチオンに関してはなかなか内服では効きにくいとかっていう報告もあったり、注射点滴の方がいいだろうとか、いろんなものがあるわけなんですけれども、皆さん人によってちょっと効果があるものは多少違いますから、トライをしてみてっていうところで効果を見る。一つ大事なポイントとしてはエビデンスっていうのが医療ではあるんですけども、エビデンスレベルっていうのが同時にあるんですね。エビデンスは証拠っていう意味なんですけれども、証拠があるお話と、ない話もありますし、証拠のレベルっていうのもいろいろあるので、例えば万人に投与して効く効かないで、しかもそれも症状が少し良くなって良くならない、あとはどれぐらいの期間投与したか、あとはプラセボコントロールって言って偽物と比べてちゃんと効果が検証されてるか、あとは人種間でも差はないか、世界中で同じ結果が出るかというところも踏まえて、再現性っていうんですけども、何とやっても同じ結果が出るものっていうものが、よりエビデンスが高いもの、より確からしいものとして評価されます。で、そういう中でなかなか残念ながらですね、エビデンスレベルの高いものっていうのはそんなにすぐ出てこなかったりするので難しいんですけども、ポイントとしては先ほど言いましたような抗酸化力とかですね、回復力を助けるというところ、あとは腸内細菌なんかもセロトニンとの関係で言われたりはしますから、そういうところを整えるサプリメントとか物質ですね、栄養素っていうのもよく上がってきたりはするんですけども、これだけっていうので良くなるっていうのは残念ながら今のところまだないですから、そういうのをいろいろ試してみてですね、組み合わせてみて、まずはある程度の期間使って効果を見てっていうふうに自分の中のエビデンスですね。エビデンスって最終的には自分の中のエビデンスにどうしてもなってくるので、患者さんごとのエビデンスですね。その方に何が合うのかっていうのが真実だったりするので、そういうところを一人一人ちゃんと丹念に一緒に見ていくっていう必要があるのかなと思います。もう一つ紹介させていただいたような炎症との関係ですね、栄養療法であるのは、わさびの成分からですね、抽出される 6-MSITC という物質があるんですけれども、これが炎症を抑えて、かつ抗酸化力があるということが分かっています。で、かつ、慢性胃症候群の方に、臨床試験をして、炎症がある程度抑えられて、ブレインフォグが少しマシになると良かったりとかですね、患者さんによってもそれだけで良くなる方、ただ残念ながらそれだけで皆さんがいいわけじゃないんですけども、効果がありそうという物質はいくつかありますので、サプリメントについてもわからないとかですね、これはどうだろうとか、ありましたらまたご相談いただけたらと思いますし、当院で扱ってないものとか紹介できないもの当然ありますけれども、迷われたら相談していただいてもいいのかなというふうに思います。